やり続ける、そんな気がするなあ。デスペラード、ワクワクするだろ。もう何なんだこの2人は。今日は俺の勝ちだ。またやろうぜ。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア27優勝決定戦は30分14秒、高橋ヒロム選手の勝利です。しっかり聞いてからデスペラード選手帰りましたね。高橋ヒロムとエル・デスペラード、2人のプロレスラーが見せた最高のプロレス、最高の戦い、そして勝者の栄誉をつかんだ今年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、その頂点をつかんだ高橋ヒロム。諦めなかった、戦い続けた、この空間が戻ってくると信じ続けた。その男が今日本武道館のど真ん中、トロフィーを高々と掲げ、そして自身の顔を手で覆いました。その下の表情、今このカメラでは伺い知ることができません。果たして高橋ヒロムの中には今どんな感情が渦巻いているのか。場内からは三拍子の手拍子、ヒロムコールが行われています。一つわがまま言わしてくれ。戦いたい人間がいる。石森、俺と IWGP をかけて。そうじゃねえんだよ、そうじゃねえんだ。俺が戦いたい人間、石森の前にやんなきゃいけない。やらないと心がモヤモヤしてしまう、そんな相手がいるんだ。おい、アメリカスーパー J カップ優勝者、この俺と戦え。答えを待ってるさ。なんとここでスーパー J カップの優勝者、その言葉が高橋ヒロムの口から出てきました。なあ、みんな、新日本プロレスはまた困難に打ち勝たなきゃいけない時期にある。俺たちプロレスラーができることはプロレスをすることだけだ。俺たちプロレスラーが思いっきりプロレスをしてみんなに元気を与える。みんなは俺たちに拍手を送り、俺たちが元気をもらう。そうやってそういうつながりが新日本プロレスが、そうやったつながりが新日本プロレス今までやってきたことだと俺は思う。どんなことがこれから先あっても、俺は今この時代の新日ジュニア、そして
新日本プロレスが大好きだ。さあみんな、今生きてる人間にしか越えられない困難を越えられない今も、もっと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 みんなで楽しもうぜ。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア優勝ティッキングタイムボム高橋宏夢。おめでとう。俺の同期最強だろ。でもな、リング上にはな、高橋宏夢とエル・デスペラードしかいなかったよ今日。あれ、ロスティングベルナブレスサポの皆さんは俺と乾杯っておい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 はおいおいいないのか。今頃みんなで笑いながら見てんだろうな。なんとなく想像できるよ。乾杯。おいしい。俺の思いが聞きたいか。長かった。ここまで来るのに長かった。きつかった。辛かった。何度もくじけそうになった。それは事実だ。でも何よりも楽しかった。プロレスが楽しかった。こんなに痛い思い、こんなに辛い思いしても楽しいんだよ。これで頑張れんだ。これが気持ちいいんだ。このために頑張ってんだ。あとは何もいらない。俺たちプロレスラーの方が力もらってる。そうすごく感じたシリーズだった。だから早くこんなクソみたいなこんなクソみたいな早く乗り越えなきゃいけないんだ。相手がデスペラードでよかった。俺も感情の浮き沈みが激しいから嫌いだって言ったり好きかもしれない、別にって言ったり忙しいかもしれない。でも今の感情は限りなく好きに近いさ。デスペラード、俺はお前と一生やり合い続けたい。本気でそう思った。でもこの関係は本当に脆いもので、すごい薄いガラス細工をポンと投げてしまったら割れてしまうような、そんな関係なんだ。でもいや卵かな、ガラス細工はちょっと言い過ぎたかもしれない。卵ということだな。いやここはガラス細工でいいのかな、そんな関係なんだ。
でもそんな関係だからこそ本当に面白い。本当にずっとやっていたい。ずっとやり合っていたい。そういうふうに思えるのかもしれない。そんな中で俺が今日ベストオブザスーパージュニア27を優勝できたのは本当に嬉しい。おかげで次の標的が言えるスーパー J カップ優勝者、この俺であれ。もう一度言うぞ、スーパー J カップ誰が優勝したかわからない。明日放送するんだろう。楽しみに見とく。さあ何が聞きたいですか。改めて今日のこの戦い、今本当ジュニアの最高峰の戦い見せました。今どんな思いが胸にあるでしょうか。今どんな思いが胸にありますか。この戦いを終えて。俺今そのすごい思いをすごい伝えたつもりなんですけど、これ以上の思いが聞きたいですか。これ以上の思いを言ってしまうと俺はちょっと人間上持ってしまう癖があるから持ってしまうかもしれない。でも俺がさっき言ったことは持ってることではなく本心だ。だからさっき以上の感情なんて存在しない。それでも聞きたいのであれば俺は言う。どうする。いやもう十分に伝わりました。 OK です。はい、今日この30分を超える激闘でまたものすごい拍手が起こりました。それを高橋宏夢選手はどんなふうに感じたかなっていうのを聞きたいです。いやあれ俺もさっきそれも言いませんでしたか。拍手の関係も俺なんかさっき言ったと思うんですよね。聞いてましたか、ね、俺はそれ以上の言葉ないですよ。俺は全て伝えました。拍手のこともその件に関しても全て俺はこの拍手からものすごいエネルギーをもらってる。それは本心だ。それ以上のことを聞きたいのであれば俺は持ってしまう。それでも聞きたいか。全て伝わりました。よし、全ての高橋選手の思いを聞いた上で、すみません、改めて聞いてしまいました。よし、これだけの戦い、やはりデスペラード選手だからこその戦いだったんでしょうか。もちろん相手がデスペラードじゃなかったからとかっていう想像はできないから、まあはっきりとしたことは言えないけど俺は本当にデスペラードでよかったと思う。興奮してムカついてマスク破いたらあいつの素顔が見えたよ。あいつの全てが分かった。あいつが何者なのかここで言ってやるよ。あいつはエル・デスペラードだ。それ以外誰もでもない。エル・デスペラード、俺の引退するまできっと戦い続けるであろう。現時点で最高の相手かもしれない。そして、スーパー J カップの名前を挙げましたが、山本選手はこの先の戦いにどんなものを描いているんでしょうか。まあ思いつきだよ。リング上で石森 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンの石森の名前を呼ぶことは簡単だ。でも俺の中でそれはモヤモヤしてしまう何かが残ってしまうかもしれない。だからアメリカでもジュニアが盛り上がってるのさ。アメリカの人間たちがジュニアを盛り上げてくれてるんだ。だったら単純な話、どちらが強いのか。ベストオブザスーパージュニア27優勝者が強いのか、スーパー J カップの優勝者が強いのか。単純な話だ。1対1でいやいやをそれだけ。それじゃないと俺の心がモヤモヤしてしまう。俺のわがままかもしれないな。リング上で今のジュニアの最高の戦いよというふうにおっしゃってました。これから先どんなふうに高橋選手は戦っていかれるでしょうか。どうだろうな。俺はこんなもんじゃ満足いかねえぞ。俺はジュニアの顔、そんなもんじゃねえ。ジュニアの顔以上を目指してんだ。それで満足できるか。俺は
新日本プロレスで一番になる。ジュニアをさらに上まで上げる。誰も行けなかった位置まで俺は行ってやるんだ。俺の決意は固いさ。誰が何と言おうと俺は諦めない。何があろうと俺は諦めない。そうやって今まで戦い続けてきた。そうやって夢見てきたんだよ。